皆さん、こんにちは。小林です。今日は中村さんに来ていただきました。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。少し緊張していますが、できるだけ自然に話したいです。ありがとうございます。最近のお仕事は落ち着いていますか？日によりますね。忙しい日もありますが、前より流れには慣れてきました。今日は弁当工場で働いた経験についてゆっくり話していきます。J、L、P、T、N、3の言葉や文法を使いますが、会話として自然に聞けるようにします。聞くときは全部の言葉ではなく、仕事の流れを追ってみてください。はい。弁当工場の仕事は、外から見るよりずっと細かいです。では、朝の準備から少しずつ聞いていきましょう。弁当工場の朝はどんな空気から始まりますか？朝はとても静かです。でも、中に入ると機械の音が少しずつ聞こえてきます。最初に制服に着替えて、髪が出ないように帽子をかぶります。手を洗って消毒してから、作業場に入ります。作業の前から衛生の確認が始まっているんですね。はい。食品を扱うので、見えない小さなことにも気をつけます。朝礼ではどんなことを聞きますか？その日の数や材料の変更、注意する場所を聞きます。例えば、今日は卵の担当を増やします。と言われることがあります。その一言で、今日の忙しさが大体わかります。仕事の日本語は短い指示の中に情報が多いですね。本当にそうです。聞き逃すと、後で自分の動きが遅れます。新人の頃はその朝礼を聞き取れましたか？正直に言うと、最初は半分くらいしかわかりませんでした。でも、毎日同じ言葉が出るので、少しずつ耳が慣れていきました。最初から完璧にわからなくても流れで覚えていくんですね。はい。紙の勉強だけではわからない言葉の速さがあります。だから、聞く力は現場でかなり鍛えられました。材料の準備ではどんなことに気をつけますか？まず、材料の名前と量を確認します。似ている袋が多いからです。同じ白い袋でも、中身がご飯用なのか、惣菜用なのか違います。見た目だけで選ぶと、間違える可能性があります。だから、ラベルを見ながら確認するわけですね。はい。ラベルと予定の紙を比べて、合っているか見ます。材料の置き場も決まっていますか？決まっています。置き場が違うと、次の人が探すことになります。一つの材料を探すだけで、ライン全体の流れが遅れることもあります。小さい確認が全体の速度に関係するんですね。そうです。弁当工場では、一人の遅れが全体に出やすいです。確認するとき、声に出して言うこともありますか？あります。数が多いときは、声に出した方が間違いにくいです。30、40、50と数えながら、箱に入れていきます。聞くだけではなく、自分の声で確認するんですね。はい。頭の中だけで数えると、忙しい時にずれやすいです。だから、声と目を一緒に使う感じです。ここは N3 の聞き取りでも大事な場面ですね。
ライン作業が始まるとどんな流れになりますか？ご飯を入れる人、惣菜を置く人、蓋を閉める人がいます。自分の担当だけを見るようで、実は前後の人も見ています。前の人が少し遅れると、自分の手も止まりそうになります。流れ作業はチームの動きなんですね。はい。誰か一人が早すぎても、遅すぎても、全体が乱れます。速さに慣れるまで大変でしたか？大変でした。最初は手が動いても、頭が追いつきませんでした。次に何をするか考えている間に、弁当が前に流れてしまいます。そこで初めて、手順を体で覚える必要があると分かりました。頭でわかることと体が動くことは違うんですね。そうです。分かったつもりでも、ラインに入るとできないことがあります。どうやって慣れていきましたか？まず、自分の担当を細かく分けて覚えました。見る、取る、置く、確認する。この順番を何度も練習しました。そのうち、少しずつ周りを見る余裕が出てきました。余裕が出るという表現は仕事の話でよく使えますね。はい。余裕がない時ほど、確認が雑になりやすいです。作業中は周りの音も大きいですか？大きいです。機械の音、容器の音、人の声が重なります。だから、長い説明より短い指示が多いです。止めて、戻して、数を見て、という言葉が飛んできます。短い言葉ほど場面を知らないと難しいですね。本当にそうです。言葉だけ聞いても、何を止めるのかわからない時があります。そういう時はどうしますか？まず相手の手と目線を見ます。どこを見ているかがヒントになります。それでもわからない時は、もう一度聞きます。聞き直すのは恥ずかしいですが、間違えるより安全です。聞き直せる力も仕事では必要ですね。はい。最初は、聞き返すだけでも緊張しました。でも、先輩に、わからないまま動く方が危ないと言われました。その一言はかなり大きいですね。はい。それからは、迷ったら止まって確認するようになりました。早く動くことより、正しく動くことの方が大切だとわかりました。そこが弁当工場のリアルな難しさですね。そうですね。速さと正確さの両方が求められます。失敗した経験もありますか？あります。ある日、弁当箱の置き方を一つ間違えました。中身は同じでしたが、蓋の向きが少し違っていました。最初は小さいことだと思いましたが、後で全体を直すことになりました。弁当工場では見た目の向きも大事なんですね。はい。店に並んだ時に、同じ向きで見える必要があります。その時、どう報告しましたか？すぐに先輩へ、向きが違うかもしれません、と言いました。はっきりわからなくても、気づいた時点で言うようにしました。先輩は怒るより先に、よく気づいたと言ってくれました。それは安心しますね。はい。その時、早く報告する意味がわかりました。隠すと、問題が大きくなるだけです。小さい失敗から仕事の考え方を学んだんですね。そうです。失敗しないことも大切ですが、失敗した後の動き方も大切です。
その経験から、違和感をそのままにしないようになりました。違和感という言葉は N3 でかなり大事ですね。はい。小さい違和感に気づくことが、仕事では大きな力になります。休憩時間はどんな雰囲気ですか？作業中と違って、少し空気が柔らかくなります。みんな飲み物を飲んだり、弁当を食べたりします。でも、急に静かになるわけではありません。仕事の話も少し出ます。休憩中にも職場の情報が流れるんですね。はい。あの材料は置き場が変わったよ、と教えてもらうこともあります。雑談も仕事に役立つんですか？役立ちます。雑談の中で、先輩の考え方がわかることがあります。例えば、忙しい時こそ手順を変えない方がいい、と聞いたことがあります。その言葉は、後で何度も思い出しました。何気ない一言が仕事の支えになることがありますね。本当にそうです。マニュアルには書いていないことも多いです。外国人として会話に入りにくい時もありましたか？ありました。冗談がわからない時は、少し置いていかれた感じがしました。でも、わかる言葉だけでも返事をするようにしました。そうすると、少しずつ話しかけてもらえるようになりました。日本語の上達は休憩時間にも関係しているんですね。はい。仕事の外に見える時間も、実は大切でした。弁当工場の中は暑いですか？それとも寒いですか？場所によります。ご飯の近くは暑く、冷たい材料の場所は寒いです。同じ工場の中でも、体の感じ方がかなり変わります。だから、体調管理も仕事の一部だと思います。体力だけでなく体調を見ることも必要なんですね。はい。疲れているときは、ミスが出やすくなります。疲れているときはどうしていますか？まず、水を飲みます。そして、休憩でしっかり座ります。無理に早く動こうとすると、かえって危ないです。疲れている時ほど、手順を一つずつ確認します。忙しいときほど基本に戻る感じですね。そうです。急ぐ時に手順を飛ばすと、後で時間がかかります。体力に自信がない人でもこの仕事はできますか？できると思いますが、自分の体を知ることが大切です。何時間立てるか、どの動きが苦手かを知っておくといいです。そして、困った時に相談できることも大切です。自分を知ることも仕事の準備なんですね。はい。長く続けるためには、とても大切だと思います。完成した弁当を見るときはどこを確認しますか？ご飯の量、惣菜の位置、蓋の閉まり方を見ます。少しずれているだけでも、商品として綺麗に見えません。お客様は作業の裏側を見ません。できた商品だけを見ます。だから最後の見た目にも責任があるんですね。はい。自分が置いた一つの惣菜も、商品の印象に関係します。品質という言葉は現場でよく聞きますか？よく聞きます。味だけでなく、見た目や安全も品質に入ります。最初は品質という言葉が少し大きく感じました。でも、毎日の確認の積み重ねだと分かってから、身近になりました。品質は大きな言葉だけど、
実際は小さな作業の集まりなんですね。そうです。小さな確認を何度も続けることが、品質を守ることになります。その考え方は仕事以外にも使えそうですね。はい。勉強でも同じだと思います。小さい確認の積み重ねが大きいです。一度で完璧にするより、毎日少しずつ直す方が続きます。それは N3 の学習者にもかなり大切な話ですね。はい。聞き取りも、最初はできなくて当たり前です。でも、何度も聞くと、仕事の流れと言葉がつながってきます。弁当工場で働いて日本語の力は変わりましたか？変わりました。特に、短い指示を聞く力が伸びました。学校で勉強した日本語とは、聞こえ方がかなり違いました。現場では、文が短くても、意味が広いことがあります。短い言葉に状況がくっついている感じですね。はい。その場を見ていないと、意味がわかりにくいです。日本語で一番変わったことは何ですか？わからないときに、聞き直すのが前より早くなりました。昔は、わかったふりをしてしまうことがありました。でも、それは仕事では危ないとわかりました。わかったふりをしないことはかなり大事ですね。はい。今は、もう一度お願いします。というのが前より自然になりました。この経験は N3 の勉強にもつながりますか？つながると思います。N3 では、言葉の意味だけでなく、場面を読む力が必要です。誰が何を心配しているのかを聞くと、話の中心が見えてきます。弁当工場の会話も、実はそういう練習になります。仕事の話を聞くことが、そのまま読解や聴解の練習になるんですね。はい。言葉が生活や仕事とつながると、忘れにくくなります。ここまで話してきて、弁当工場の仕事を一言で言うと、どんな仕事ですか？小さな確認を続ける仕事だと思います。速さも大切ですが、それだけでは足りません。材料、向き、数、見た目、全部を少しずつ見ます。聞いていると、単純な作業とは言えないですね。そうですね。同じ動きをしているように見えても、毎回判断があります。これから弁当工場で働く人に何を伝えたいですか？最初から早くできなくても、あまり心配しなくていいと思います。まずは、見ること、聞くこと、確認することを大切にしてほしいです。速さは後から少しずつついてきます。それは、これから日本で働きたい人にも励みになりますね。はい。日本語が完璧ではなくても、確認する姿勢は伝わります。言葉の上手さだけでなく、仕事への向き合い方も大切なんですね。そうです。真面目に聞く、わからない時に聞き直す。それだけでも印象は変わります。今日の話は N3 の学習にも仕事の準備にも役立ちそうです。そう言ってもらえると嬉しいです。私の失敗も誰かの役に立てばいいと思います。では、最後に今日の内容をゆっくりまとめていきましょう。はい。大切だった言葉を思い出しながら聞いてください。今日は弁当工場で働いた経験について話しました。弁当工場の仕事は、ただ同じ作業を繰り返すだけではありません。材料を確認し、数を見て、
周りの流れに合わせる必要があります。聞き直すときは、確認、報告、違和感、手順という言葉に注意してみてください。また、早く動くことより、正しく動くことが大切だという考え方も出てきました。最初から全部できなくても、少しずつ慣れていけばいいと思います。わからない時に聞き直すことは、仕事でも日本語の勉強でも大切です。今日のポッドキャストを最後まで聞いてくださってありがとうございました。もう一度聞くときは、仕事の流れを頭の中で想像しながら聞いてみてください。これからも自然な日本語を少しずつ聞いていきましょう。